メガネ外したら垢抜けってさすがに多すぎない？今回僕と一緒に学んでいく内容はこちら。現代の最重要品質単語垢抜けについて学ぼう。垢抜けはもともと体の汚れを落とす意味だったのだ。外見を洗練させるみたいなことではなく、指していたのは単純に綺麗な状態になること。それが江戸時代以降になると比喩的に使われるようになるのだ。単純に言ってしまうと田舎と都会の二項対立的な感じかな。やぼったさを脱することが都会的に洗練されること、つまり垢抜けるとイコールになったのだ。江戸、つまり東京が文化の中心になったからだね。そして現代になると垢抜け判定がさらに複雑になったのだ。トレンドが目まぐるしく変化する現代では時代遅れ感すらも垢抜けてないことになる。しかも流行は何周もするから、ちょっと前まで時代遅れ感があったものが流行になったりする。今は Y2K といってメガネも縁なしのものがいいとされてたりとか、難しすぎるのだ。 YouTube や SNS や Web 雑誌、いろんなところで垢抜けが取り上げられてるよね。日本、特に現代においては垢抜けることが現代社会を生き抜くための手段の一つになっているのだ。就活とか交友関係とかいろんな場で見た目の大切さを知った人は多いと思うのだ。今後の人生に影響してくるから、もはや生存戦略としての側面が大きくなっているのだ。日本はハイコンテクストな社会だというのは実感としてわかる人が多いと思うのだ。言語化されない空気や文脈を読むってことがかなり重要視されるよね。いわゆる TPO に適応するということが垢抜けの大前提になっているのかもしれないのだ。東京とニューヨークで受けるファッションが違うように、社会ごとに垢抜けた外見の基準も異なる。それぞれの社会における文脈を読み取って文脈に合わせた自己演出をすることが垢抜けにつながる。年齢とか職業とか所属する文化や環境にフィットしていることが求められるのだ。ちょっとここで美容室とメイク動画のビフォーアフにおけるあるあるを紹介。メガネを取ったらいい感じになる。もうこれほんとめちゃくちゃ多すぎなのだ。多すぎてメガネをしてたら垢抜けてないみたいな風潮すらあるのだ。確かにメガネをしている冴えない主人公が何かの表紙にヒロインとぶつかってメガネを取れてイケメンみたいな展開は性別を逆にしてもいろんなシチュエーションでも昔ったらよく見てきたけども、メガネは真面目そうとか地味そうとかそういう印象を持たれがちなのだ。これをステレオタイプ効果というのだ。そんな印象を持たれている人がメガネを取ったら生まれるのがそうギャップなのだ。人間はギャップに弱いのは多分全員が知っていることなのだ。そしてギャップだけではなく脳の顔認知的にも影響があるのだ。顔の輪郭や目元がはっきりして脳がスムーズに認識できて認知がクリアになる。垢抜けってよりは顔のパーツが目立つようになったという感じかな。特に目元なんかは顔の印象を大きく左右するし、これにメイクの効果が乗ればかなり垢抜けたとしてみなされるよね。映画や漫画などにおけるメガネを外す展開についてもう少し補足。これは自分を変えるとか社会的に成功するとかそういう視覚的なメタファー。メガネを外すことそのものが成功のシンボル的な扱いになったと考えられるのだ。長い年月をかけて文化的にもかなりおなじみになったと捉えてもいいかもね。次に垢抜けの文脈でよく取り上げられるのがメイク。 YouTube や雑誌で垢抜けメイクという文字列は本当によく見かけるのだ。 SNS や動画でビフォーアフターの演出が分かりやすいのもメイク。テレビでもお母さんがメイクで変身する企画とかよくあったよね。これはメイクが清潔感、洗練感、顔立ちのバランス調整を一気に演出できるからなのだ。だから垢抜けイコールメイクという認識の人はかなり多いと思うのだ。ここで垢抜けとメイクを比較してみよう。どちらも外見を意図的にコントロールして身だしなみを整えるという点では一緒かもね。だからといってメイクだけが垢抜けじゃないということははっきり言っておきたいのだ。今の社会って流行が生まれてはすぐに消費されての繰り返し。特に SNS が広く使われるようになってから消費のサイクルが一気に加速したのだ。 SNS やサブカルチャー、マスメディアが発信する美の規範によって評価基準があっという間に変わるよね。いかに自分に取り入れるか演出するか、その自己プロデュース能力が問われている状況なのだ。特に SNS 社会においてはいいねの数やコメントですぐ評価される。フィードバックも爆速だし純度 100% の言葉が飛んでくる。承認欲求が指摘される人も少なくはない。美容室やメイクの動画でセンセーショナルなビフォーアフター動画がよく見られてるよね。人と比べるのは良くないっていうのはよくある話だけど、同一人物の比較が可視化されてしかも劇的な感じだと与えるインパクトは大きくなるのだ。そしてその動画にもいいねやコメントがついてより多くの人に見られる。垢抜けとはこれだみたいに見える形で広まるようになったのだ。結
果として垢抜けなきゃと焦ってしまう人が増えてしまうのだ。ここからはちょっと重い話、垢抜けブームの背景にあると考えられるルッキズムについて。ルッキズムとはいわゆる外見至上主義のこと。現代においては見た目が違法が得という状況がまかり通っているのだ。見た目を整えることが人間的な価値を向上させるという価値観が広く浸透したんだね。本来は自己表現というポジティブな意味合いだった垢抜けが生き抜くための手段になっているのだ。垢抜けるも抜けないも個人の自由だったはずなのにね。垢抜けなくちゃいけないというプレッシャーが垢抜け関連のコンテンツの伸びの良さにも表れていると思うのだ。ルッキズムの構造の下に垢抜けの戦略的側面があって、それがルッキズムの再生産につながっているのかもしれないね。常に比較される不安やありのままの自分を否定されるような感覚とかメンタルには少なからず影響はありそうなのだ。つまり垢抜けは自由であるべきなのに今はしなきゃいけないになっている。垢抜けていた方がお得な社会も垢抜けることを強要しているかのような現状も問題というわけなのだ。でも誰もが適応できるわけじゃないし、いろんな要因でできない、やりたくない人もいる。だからこそ垢抜けなきゃと思いすぎて苦しくなった時はその価値観から少し離れてみるのも一つの選択なのだ。垢抜けが武器になる場面もあるけれど、武器を持たない自由もちゃんと尊重されるべきなのだ。必要な時だけ武装してみるのもいいかもしれないね。最後は暗い感じになっちゃったけど、伝えたいことはほとんど伝えられたのだ。とりあえずは常に視野を広めに持っておいてほしいのだ。それから物事を俯瞰で見るという視点も必要かも。いろんな情報があふれる現代だからこそ自分の軸でしっかり判断していきたいね。垢抜けが持つエンパワメントな部分を楽しめるようになってほしいのだ。ということで今回はここまで。また次の動画でお会いしましょうなのだ。またね。